はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井優希です。今日はなんとですね、いつもの私のチャンネルとはまた違った趣向でお届けしたいというふうに思うんですけれども、なんと東京モーターサイクルショーにやってきました。というわけでですね、今回、私ですね、実はバイク人とか、あとライダースクラブっていう雑誌に連載持たせていただいたりとかして、一時期すっごくですね、バイクの仕事をさせていただいていたんですが、全然最近ご無沙汰で、もうちょっとバイクのことが全く分かんないので、その当時にですね、ヘルメットサポートしてくださっていました OGK カブトさんが久しぶりにおいでよと言ってくださってですね、この会場にやってきました。というわけでですね、早速、元のですねお世話になってた OGK カブトさんの商品からご紹介していきたいと思います。それでは広報の柿山さんお願いします。どうもどうもよろしくお願いします。はい、実は20年前から知ってます。お仕事でね、はい、一緒させてもらいました。はい、レースクイーン時代にレースクイーン時代にお世話になりました。お変わりなく。お変わりなく。いやいろいろね、こういうのはまた YouTube ライブでお届けしていきます。というわけで、じゃあ早速、はい、この OGK カブトなんですけれども、はい、ブース紹介させてもらいましょうか。そうなんですよ。ぜひぜひお願いします。はい、ちょっとね、まずはここを見てください。実はですね、OGK カブト、MotoGP にもついにサポートを始めまして、当時はねなかったんです。いつから？ MotoGP ライダー、はい、2023年からですよ。去年行きましたよ、私マレーシア。GP 行ったんですか？行きました。うちのアレイシ・エスパルガロ選手、スペインの選手が、着用し始めて、今モト2、モト3で、こちらワールドスーパーバイクとか、ドカティのワークスライダーもサポートしてます。なるほど。ワインガードナーって知ってますか？はい、ワインガードナーっていうレーサーの息子さん、レミー・ガードナー、今もう息子の年なんですね。息子の年ですよ。ワールドスーパーバイク走ってます。あら、またやんちゃな感じのヘルメットでね、これちょっとモチーフ何か分かりますか？これワニ。正解です。ワニがなんか勝ち運とか勝負運を上げるっていう、なんかこうね、スピリチュアルなメッセージがあるみたいで。そうですか。はい、そうなんですよ。ちょっとね、二輪ってね、ちょっとラックが関わってきたりとかするから、そのスピリチュアルみたいなのはそうですね、大事なのかもしれないですよね。というわけで、レーシングモデルの一般の皆さんが被っていただけるやつ、いわゆるフルフェイスですね。フルフェイスです。がここのエリアで。美しい。空力をね追求して、こういうね、クレストスポイラーって言って、いわゆるね、ハイスピードで走ると結構リフトしてくるんですよ。でブレたりするんで。そりゃそうです。車もリアスポイラーが一番効くって言いますからね。やっぱりそうなんです。そうです。これで実はこうリフトを防いでるっていうスポイラーなんで、こっちは逆にほら流線形というか、空気の流れがスムーズになるんでブレないっていう、そういうシステムも備えております。自分も空力パーツになりますもんね、バイクは。もうね、さっきの MotoGP350 キロですからね、こうやってこれ350キロ走れますから。いや、それこそね、そう茂木も行ったんですよ。だから茂木も行ったんですけど、茂木のファーストコーナーって結構鋭角じゃないですか。いや、走ったことないんです。分かんない。見ててね、見ててよ、鋭角だから、その直前にもう MotoGP のライダーは体起こして止めるんですね。自分がブレーキになるんですね。とか考えると、空力なんやなっていうのが見ててわかるわけですよ。で、そういうのを見てるとこの答え合わせができるわけですね。すいません、ちょいちょい大阪弁に今回なっちゃうんですけど、関西人同士でちょっと申し訳ございません。ちょっとうちのチャンネルの人たちは今日新鮮かもしれないです。そうですか。東京の人になっちゃったんですね。奈良県民です。で、フルフェイスヘルメットと、最近これうちも発売したんですけど、デュアルパーパスって言ってオフロードも走れるモデルです。最近オートバイがアドベンチャータイプが結構ね出てきてて、なるほど、それが結構流行なんで。アフリカツインぐらいしかなかったよ。そうですよね。今もうちっちゃいクラスのアドベンチャーバイクもあるんで、後でねぜひ見てほしいんですけど。この後見に行くので、皆さんぜひ最後までご覧いただきたいと思います。ということで、このねアドベンチャーモデル、デュアルパーパス、いわゆるシールド付きのオフロードヘルメット。なんかビャーってなるからね。そうですね。で、このねパーツも空力を考えて、空気の抜けをしっかり考えてます。この辺は OGK カブトさんは自転車の軽量ヘルメットもすごく多く手掛けられてるじゃないですか。なんでこの辺はちょっとお手の物って感じはします。そうですね。空力をねやっぱり追求してきたブランドなんで、空力については本当にね
任せてくださいって感じなんですよ。あとね、私はそのサポート時代にすっごく助かったのは、私昔サーキットでですねクラッシュをしていて、頸椎性症頸椎小性神経根症っていうのが首にあるんですよ。なので重いヘルメットダメなんですよね。なので OGK の兜のヘルメットは本当に軽いのね、これびっくりするぐらいエア軽いんですよ。ロブレード6軽量モデルです。そう軽いですね。軽いんですよ。ありがとうございます。でその安全基準もバッチリということで、サーキットでも私めちゃくちゃこれしかもう使ってないです。ありがとうございます。で今回も実はですね、私BMW の国際出場会でC02 っていうね、後ほどご紹介しますけれども BMW の電動バイクに乗らせていただいてきたんですよね。でその時やっぱ日本から女性用のねモトラートのヘルメットが多分レンタルで、とっても少ないであろうということで装備品全部持ってきてくださいってもちろん言われ、そうです。で OGK のその兜のですねヘルメットを持ってったんですけど、何がいいって軽い。エアロブレードでも3でしょ。そうです。もっとエアロブレード3時代から言うともうエアロブレード5、6になってます。はい。3つ世代が進んでるから、はい、もっと軽くなってるって軽さはそこまでねなかなかまだ追求できなくて、むしろちょっと装備が良くなってる。十分軽いよ。軽さはそこまで軽くなる。私がでもその3でちょっと不満だったのはバイザーのちょっとギクシャク感があったんですよね。なるほど。今ねそうなんです。センターロック式でねこうパーンと本当パーンでこうしてパキってこうロックができるっていう。なるほど。浮かないのね。そうなんです。浮かないんですね。こうパコパコしたらちょっと気になるんですよね。いろいろ改良してます。素晴らしい。じゃあちょっと次は6を試したいです。試したいです。あとはですね、このまあよくあるこれシステムヘルメットです。はい。システム。これ結構長いですよね。これね、ここを押してこう顎が、これもやっぱり一般ライダーにすごい人気で、ツーリングライダーにね、休憩中にこうジュースも飲める。そうですよね。あと今ね無線をつけながらインカムつけながら走る人すごい多いので、そういう人はこの顎のところが邪魔にならないとかね、すごいいいですね。はい。インカムもねフレンドリーです。いろいろ耳にスピーカーもつけやすくなってたり。本当や。こういうのなかったですよね。すごい。はい。でこれがシステムヘルメット。システムヘルメットここ2つあるから重いと思うでしょ。軽いのこれも本当に軽くてびっくりします。ありがとうございます。はい。でまあフルフェイスで言うとですね、このカムイシリーズめちゃめちゃ人気でですね。カムイでも私も一つご提供いただいたやつありました。はい。カムイね被ってました。あれ多分1だったかな。そうもう今出たばっかり3代目です。3代目でめちゃくちゃこれね人気があるんで、いろんなグラフィックが展開されてます。本当や。今はねこのニューグラフィックとこれどうですか。これ最近発表した最近というか今回発表した、どうですかこれ。ネオンカラーデーハーですね。これね結構すごい。ちょっとこれまでになかったね。ちょっとOGK兜のなんていうんですかヘルメットって割とシックいいように言ったらシック、派手なやつがねそんなにやっぱりねなかなかこう数が出ないんで、どうしてもねチャレンジするのに勇気がいるんですよね。はい、メーカーとしてはね。なるほどね。だけどこれを今回出したということですね。これねやっぱりこれも最近のバイクのカラーリングとかにねちょっと意識してるんで、またそうか、それぐらいだからバイク自体のカラーリングが割と派手になってるってことですかね。それもありますね。この辺はでもなんかちょっといい。私これ好きかも。ちょっとさりげなマットグレー。はい。でこのねイエローラインがすごい。これももちろんサングラスでインナーサンシェードって呼んでますけど、これもこれ便利です。重いと思うでしょ。すごい軽いんですよ。すごいですよね。ツーリングの時にね、やっぱりトンネル入った時なんかこう上げてもらって日差しが眩しいとまた下げてもらって意味もなくパコパコしたくなるんですね。わかります。ちょっとやってる時に自分がこうまたがってこれやってる時の自分がかっこよく思えるっていうね。操作してる。ヒーローっぽい感じになれるっていう素敵さもあります。でオープンフェイスもある。はい。でオープンフェイス人気のこのエクシードっていうシリーズがちょっとバージョンアップ2になりまして、これもやっぱりいわゆるツーリングでロングツーリングすると
ハイスピードだと、うんやっぱり風の巻き込みとかがオープンフェイスは特に気になるんで、そうですねこのシールドをエアロシールドって言ってこういうのを形状を考えまして、はいはいおー風がやっぱり抜けていくとか。これで大丈夫なの？リフトとかしないの？そうなんです。この巻き込みがねもう少なくしてるっていうエアロシールドを。そうそう、なんかね、特にその私ツーリング番組とかも出させていただいてたんですけど、そういう番組って顔を映さなきゃいけないからオープンフェイスでっていう撮影の指定があったりするんですけど、そうするとインカムに風が入って結構大変だったんですよ。これめっちゃいいじゃん。撮影にぴったりですよね。風の巻き込みも少ないですし、ね、バイク系 YouTuber の皆さんぜひ、はい、ありがとうございます、うん、これもちょっと内装もねバージョンアップしまして、しっかりになったり、これもやっぱりイヤーカップ、ね、スピーカー大きいのがつけやすくなったりとか、そういう風に進化しております。中がすごい、これが軽量技術なんですかね。なんか中スカスカっていう。これね、真夏本当に暑いんですよね、ここが。すごいですよね、この涼しさ。なるほど。最後もう一個紹介していいですか？もちろんです。そのさっきの暑いっていう話がありましたけど、全部使いましょう。実はシューマっていうモデルはめちゃくちゃ涼しいヘルメットとして人気でして、はい、これ例えば、ベンチレーションが3つ、フロント3つとか、ここはもう空気を抜くための穴が最初から開いてるんですけど、非常に人気のモデルで、しかもやっぱりそんなに重くないんですけど、そんなに重くない。これはね、ちょっとネットとかで買う人も多いと思うんですけど、ヘルメットをぜひね、ちょっとお手に取って頸椎に本当に負担をかけるので、私みたいなね、その首の病を持ってる人ももちろんそうなんですけれども、その安全部品としてと、あと快適部品としての側面がすごく高いと思うので、ぜひね、ちょっと持って選んでもらいたいなと思いますよね。これからね、本当にオートバイの免許まだ持ってらっしゃらない方も、今は教習所通うのに自分のマイヘルメットを持っていかないといけない時代になったので、はいはい、いやでもそもそも嫌じゃないですか、なんか知らない人がかぶったヘルメットかぶるの。昔はでもね、レンタルのヘルメットじゃなかったですか？私はレンタルのヘルメットもありましたけど、持ってってました。自分のやつ、はいね、ということでカムイを、はい、持ってってました。ぜひまたこういういろんなヘルメットありますんで、これにじゃあバイク見たときにこのバイクに似合うヘルメットどれかなみたいなね思いでヘルメットも選んでもらえたらなと思います。はい、いや本当にぜひですね、お手に取ってご覧いただきたいと思いますね。でもなんかこれだけいっぺんに見れるとこないですよね。やっぱモーターサイクルこういうのが面白いですね。そうですね、いっぺんにね、やっぱりここまで並んでることはなかなかないので、はいね、という感じでちょっとじゃあモーターサイクルも見に行きましょうか。さあというわけで、はい、やってきました。ここはモトコルセさんですね。モトコルセさんといえばですよ、超ハイエンドなカスタム、チューニング、カスタム、なんていうんですかね、超富裕層向けのすごいカスタムをたくさんしているということで、あれじゃないですか、 MV アグスタとかドゥカティとかすごいですよ。おほほほほほカーボン、なんとモトコルセテージ H2C、 これはお値段がすごいです。まさにですね、しかしですよ、売れちゃうんですよね、これってね。はい、これいわゆる川崎の H2 スーパーチャージドエンジンを搭載して、スーパーチャージドエンジンということはですよ、でこれね、フロントがほらフレームレスハブセンターステアリング。なるほど、はい、いわゆるフロントフォークじゃないんです。そう確かにすごいですよね。カーボンですよ、多分カーボン、ね、でもだからこうなってないから、合成を担保するのがここだけっていうことになるわけでしょ。そうですね。だからかなり堅牢なボディになってるっていうことですね。やっぱり専門的な解説が入っちゃいますね、ついついね。ざっといきますよ。ちょっと待ってください。でもバイクは私ただの愛好家なんで、ちょっと優しい目で見てください。この辺もね、もうストリートファイター的なスタイルでもうね、いいハイエンドな、まさになんとです。いや、すごいフレームが全部綺麗ですね。カスタマイズされてますね。本当にね。この辺りもすごいですよね。これをちょっと見ておくと、本当ですね。一番最初にでもこれ見ちゃったから、皆さんこの後あれかもしれないんですけれども、こういう世界もありますよっていうね。そうだからバイクってちょっと掘ると
ものすごいここまでハイエンドのやつありますよっていうのもあんまり知らない人も多いかも。ちょっとモトクロスさん特別ですけど、そうですね。ね、あとパフォーマンスもすごい、軽量なのでパフォーマンスもすごい、レシオも上がってますのでっていうところもあります。ドカティこの辺り好みじゃないですか、スクランブラー。ね、私ね、リターンライダーなんですけど、はいはいはい2016年ぐらいリターンライダーとして、すごい原稿を書かせていただいたんですけど、その時に、割と一世を風靡していたのがこうスクランブラーかなっていう、結構乗ってた人も多かったです。はい、うん、これで川口学さんとかも乗ってました。いろんなスタイルもね、これスクランブラーだけどいろんなスタイルもちょっと楽しめるんで、そうですよね、はい、人気です。こういうなんていうのかな、パターン A、B、C みたいなね。ですね。スクランブラーってちょっとこうスタイルによって本当に走りの味も違ったりするんですよね。これも面白い、本当空力特性だと思うんですけど。最近ドカティはですね、はい、元 GP とかスーパーバイクでももうトップを走ってるんで、ブランド力爆上がりでですね。そうなんですよね。この辺なんかもう欲しいですけどなかなかね。私ね、でも本当はこういうねフルカウルが欲しいんですよ。本当はね、めちゃくちゃいいですよね。っていうのはちょっとね、本当にドカティといえば赤ということで。そうですね。綺麗ですね、やっぱりね。アドベンチャータイプも、ドカティもちゃんと揃えてますんでね。もうね、こういうの本当に乗りたいんですよ。乗りたいんですけど、私たち割と足が届かないので、大排気量の移入系は結構、ちょっと一回またがってみたらどうですか。上がりましょうか。すごいよ。スタンドで上がってますけど、こんな感じです。こんな感じです。今ちょっとダカールチェッカー受けたぐらいの感じのそう走り出すとすごい安定してるんですけど、ちょっとね止まる時が不安ですよね、こうなるとね。なんですけど最近アドベンチャーじゃなくてこういうなんていうんですかね、アドベンチャータイプ、アドベンチャーのツアラータイプみたいなのでも小排気量が増えてる、さっきカッキーが教えてくれて、ちょっと後で見に行きたいと思います。でもやっぱりすごいね、圧が気持ちいいですね、これは。気分がいいですさあそしてどんどん行きましょうね。ちょっとね車両系ね、はい、どんどん行きましょうか。でこれヤマハブースですね。ヤマハブース、やっぱり、ね、私は SR400 を2台乗り継いできているので、ヤマハはもうちょっといまだに元彼みたいな気分です今はねストリートファイター系も人気で、MT シリーズとかがね人気で、これもやっぱり小排気量から大排気量まで、この辺はちょっと結構足つきもいいんじゃないですかね。なかなかにね、いいんじゃないですか。もう足つくもんね。最近このヤマハのバイクって割とトルクがガンって出るっていうのを聞いたりします。はい、そうですね。あとはね、やっぱり今回ちょっとヤマハさんの目玉としては親父ホイホイって呼んでるんですけど、昔のねバイクのカラーリング、例えば FZ400 とか TZR500 とかのカラーリングをこうオマージュした。やっぱバイクもレトロブームなのね。そうですね。そうですね。レトロブームです。まさに。車もそうですね。やっぱ旧車が売れてるので、はい。これなんかもう僕ら世代ドンズバなんで。で市販予定なんだけど外装セットになってるんですね。なるほどね。ノーマルで吊るして買えるわけじゃなくて、これを後で買うと。そうですね。でこっち側行くと往年の GP500 とかの時代のカラーリングですね、これ。いわゆるここにタバコメーカーのスポンサーとかが書いてたようなカラーリングですよね、これ。なるほど、かわいいですね。こうなんかこっくり感がいいですよね。ね、いいですよ。これちょっと街で走ってると見送っちゃうタイプのルックスです。綺麗。これも参考出品ですが市販予定となってますね。見てください、これ最近のヤマハ3気筒なんですよ。トリプル。なるほど。なるほど、本当だ。後で見ますけど、トライアンフさんがトリプルエンジンで、ちょっとこう独特のね乗り味とかエンジンを実現して、それヤマハさんも3気筒取り入れてるという。ヤマハはビッグシングルやろって思ってるってただのねそれ一つの車種だけなんですけど、そんなことないんですけどね。でもやっぱりねこう3気筒ってなってくるとこうバランスとかこうパルス感とか気になりますよね。ちょっとどんな感じか乗ってみたいなっていうのは思いますね。これ3気筒ですよ。ちっちゃい、こういうの見るとワクワクしませんか？しますね。なるほど。こっちこれですね。なるほどね。
そうだからちょっとなんかそのやっぱ3気筒なんでバランス的にどういう感じになるのか、逆にこうワクワクするような感じになるのか。トライアンフもちょっと乗ると、特に霊感指導の時とかにちょっとばらつきあったりとかしてたので、それがヤマハっていうね、その国産バイクになるとどういう整え方をするのかすごい気になるなっていうね、ちょっとエンジンフェチなところはありますけど、ちょっとお手を触れない、ごめんなさい、お手触れちゃダメです。なんかいやでも独特のねエンジン音をね楽しんでほしいですね。こういうことですよ。エンジン、トランスミッション、クラッチをですね同じオイルで潤滑しなければいけない、コンパクトにしなければいけない場所がないので、はいということでそのオイルもこう適合させてくださいねっていうね話をしております。なるほど。エンジンのカットモデルなのにオイルの心配までしてくださっているっていう素晴らしい。なるほど。ヤマハルーブでね。なるほど。こっちオイル系、ケミカル系ですね。こっちでね。なるほど。でヤマハさんを見てください。これヤマハさんといえばこのデュアルパーパスモデルはテネレっていうね、アドベンチャータイプこれ出てますね。これも新しいモデルですね。はあ。いや憧れはあるんですよ。でも遠いところの高貴な方っていうイメージで自分が乗れないからね。見てください。なんか最近のメーターがもうスマホのような。これはスマホをつけてるんじゃなくてもうセンターメーターというかメインディスプレイがもうこれになってる。インフォメーションがこれになってる。これ知ってましたか？三輪。この前二輪の。あ、三輪だったの？三輪です。転ばないやつだ。でかい。でもこれはすっごいでかくても取り回しさえできれば転ばないから、意外と体格が小さい方でも乗れるっていうイージーさはありますよね。気持ちのねハードルが1個下がりますよね。内見というバイクです。でもでかいよ。これ見て。だって私の肩幅ぐらいもっとあるわ。すごいですね。こうこれまたもう車ですよ。これはすごいな。車両重量が270キロ。270キロ。その代わりね、こけない。そう絶対こけない。ないと思います。絶対こけない。よっぽど何かの入力が入らない限りこけない。すごい。ってな感じで、ちょっとこのペースで行ってたらやばい。そうですね、やばいですね。それ行きましょう。でもね、やっぱこれはニュースかな。やっぱりこうなんていうんですかね、往年のちょっとこう倒産とかするブランドがやっぱり復帰してくるんですよね。なるほどね。バイクよくありますね。イタリアブランドのベネリっていうところが久々これもね出展されてますので。イタリアよくありますよね。イタリアあるあるですかね。でこういうミニからですね、ちょっと大きいのまで。これ何 cc なんですか？気になる。125じゃないですか。まさにね、2025年から普通自動車免許で 125cc 乗れるようになるっていうニュースがありますので、これとかはだから私のチャンネル見てる人とかでもそうですね、普通免許があれば乗れちゃう。でも結構ちっちゃくないですよ。そんなにめちゃくちゃちっちゃくはない。でもすっごいさっきのちょっとギャップがすごいからあれですけど、前すごい短い感じはしますけど、でもしっかりバイク感はあります。いいサイズ感。いいサイズ感。ちょい乗りいいサイズ感。で、あとそうですね。ベネリって分かりやすい。もうこういうのがやっぱり日本にはなかなかないデザインですよね。いいじゃないですか。おしゃれじゃないですか。でもそうか、これはダンパーがこの横にも入ってるとね。そうサスペンションがここにね、後ろのサスペンション。これ 250cc です。1250。1250？ 250でこんな大きいの？すごいいいじゃないですか。普通自動二輪、いわゆる昔の中面というか中面で乗れる。車検もでもちょっと400ぐらいのレベルの大きさはありますよね。今なんかほらフレームを共用してたりするじゃないですか、400と。ですだから割とね250でもこんなに大きいんですね。これおしゃれだわ。おしゃれですね。おしゃれ。これは見てください。これこれ車ではあまりもうなくなりましたよね。ないです。歩行者安全保護で立ってるエンブレムの中でちょっと可愛いあれみたいですね。プジョーのライオンみたいながついてる全部ついてる。そっちにもついてる。ネロ。こっちはシルバーですね。可愛い。面白いですね。
これはカスタマイズですね、多分ね、ここはああ、なるほどなるほど。あ、でこっちはちょっとクラシックっぽくカスタマイズをしてる。ね。はい。いや、いいですね。じゃあどんどん行きましょうか。どんどん行きましょう。どんどん行あ、サインハウスさん。サインハウスそれこそちょっとさっきお話ししてましたけど、はいそのカッキーさんとこと、まあ、親和性が非常に高いですが、そうそうあれね、インカムね。はいはい、そうそう私そのインカムが、まあ、出始めた頃にツーリング番組とか出てるので、はいはいはい。インカムを使ったトークしながらのツーリングがすごい楽しいってことに気づいた。なるほどで私大鶴ギタンさんお友達なんですけど、はいはいはい大鶴ギタンさんがよく言うのは、このインカムは、はい。強制友達作成装置。あ、なるほど。そう知らない同士で走っててもなるほどみんな前向いて走りながら喋ってるから、いなんか自分の心の中を言っちゃうんですって。はい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 。なんかちょっと吉村さんがはいはいこんな、あらあら、こんなウエツ車ウエツスポーツ入ってますよこれ。これは何ですか？吉村のマフラーがやっぱりこう、はい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 。あ、バイクを乗せて走れる的なね。で吉村のマフラーがついてるはいはいはい。おお。ここにあ鏡があって映ってます。吉村マフラー吉村マフラーがなんと軽トラに入っている。っていう話です。なるほど。で、まあ、コンセプトとしては、まあ、ミニバイクとか乗せちゃえるよとそうですいうことですね。まあ、もちろんチャリンコも乗せれるああ、よ。往年の吉村のおー車両が愛車遍歴でご一緒しました。今井と申します。あ、どうもどうも、あらら、あら、今日バイクもやられるんですか。そうなんです。バイクもやってて。そうでしたか。そうなんです。あららら朝も声聞いてました。ありがとうございます。僕のバイクが完成したんです。あの時お話しされてました、矢作さんと。言ってましたっけ。あ、違う、私ラジオで聞いたかも。バイクできるって。でもね、あの時は多分車作ってるって言って、それはまだ作ってます。日産の R32GTR。まだできてないです。ごめんなさい、ちょっと取っちゃってますけど、もしダメだったらいいですか。使ってください。矢地さんです。あ、どうもどうもどうも。ちょっと急に。愛車遍歴でご一緒させていただいそうなんて、ですよそうだからてっきりもう僕車のイメージを勝手に持ってたんですけど、バイクも乗られるんですね。そうなんです。知らなかった最近は乗れてないんですけど、一時期サーキットとか走っていて。あ、そうでしたか。はいいや、実は僕だからバイクを作ってまして、もう1年以上前からオーダーして、はいはいブルドッグさんっていうもう結構有名なカスタムショップでもう一から作ってもらって、今日ナイトロンさんのブースに展示されてるんで、行きます。後でぜひよかったらなんかね、可愛いかっこいいお立ち台に乗ってるんで、はい、軽くだったら触ってもいいです。これははいここで初めて見られたわけじゃないですか。今日初めて見たんです。どうでした？いえ、もうね、感動、大感動。そうなりますよね。もうだってブルドッグの涌井社長とずっとこう打ち合わせをしながら、はいパーツ入れる、こうする、ああするっつって。ちなみに涌井社長います。はい。涌井社長。大変でしたか？もともとラインナップされてないものをなんとかならないかなっていうのもうねが結構あったんで、めちゃくちゃ無理言ったんですよ。本当にマフラーの色から、もう本当にスリッパークラッチの色から、もう中のカムまで、いやエンジン組んだのにやっぱりこのカム入れてくれとか。そうやり直しが何回かあったりとか、はまあでもこだわりがね、そう強い。また涌井社長がやるとすごいことになるの分かってたんで、何回もお願いするよりも1回で全部やってもらっちゃおうと思って、もう盛りだくさんでマーク2です。それはでも本当に、はいマーク2。KZ1000 マーク2、はい、旧車です。1980年。もうでもカラーリング以外はもう現代のバイクです。タイヤの太さもこれと同じです。あ、はい、はい、じゃあまだ全くこれでしょ。試乗はしてない。シェイクダウンはしてない。まだ音も聞いてなわー、ちょっと楽しみですね。い。ぜひそれはなんか見てください。どっかで見れますか？そのシェイクダウンの様子は。そうそれはそれで撮影しに行こうかなとは思ってます。ぜひぜひ今回は展示してるんでまだ聞けてないんですけど、後日音を初めて聞きたいなと。はい、素晴らしい。排気量も1230になってます。1000から。もう車ですやん。車ですね。車ですやん。本当に。うんいや、そうなんです。80年うのん。 1230の、もうちょっとぜひ後で見てください。ぜひぜひ行きます。てんこ盛りでやってもらったんで。吉村さんのパーツもいっぱい使ってるしね。そう、それで実は吉村さんのブースに来て、今はい、社長にご挨拶しに行ったんです。パーツで言うと、カムシャフトも、カムシャフトと、カムシャフトキャブレター、キャブレター、あとはプログレスメーターとか、あと社長にデュアルスタックファンネルのなぜあそこにスリットがこう隙間が空いてるのかっていうのも全部教えてもらったんで、教えてもらったからには入れなきゃダメでしょってことでそうですね。入れてます。もうガチガチ入れてます。
ちょっといろいろ聞いて、はい見に行くのが楽しみになりました。すいません、ごぜひめんなさい。ぜひいえいえありがとうございます。ありがとうございます。はい、またぜひ呼んでください、何かあったら。はい、はい、もちろんです。はい、ぜひ。ユージでした。ありがとうございました。ユージさんでしたありがとうございます。ありがとうございました。一般の視聴者さんにはちょっと難しい話かもしれないですけどだいぶマニアックな、でもね、うちのチャンネルの、人たちはみんな車の方であれなので、なんとなくわかるかもしれない。そうかそうか。そう、まあね、最近ウェアの方もねおしゃれになって、太一さんもね。私でもね、太一さんはあれですよ、ヒートベストとグローブ、もう最高です。はい、もうね、すごいブースですよ。いや、本当ですね。あそこまでね。本当だ、わーってなってる。モニターも巨大ですね。すごいですね、太一さん。はい。サクサクいっちゃいましょうか。サクサク言いましょう。わあ、すごいすごい。このモーターサイクルショーって意外と有名な方がその辺さらっと歩いてるっていう。そう。あ、でもモーターショーもそうです。あ、キャンピングカーショー、この前私健直子さんとばったり会いました。はい、健直子さん。アメリカンバイクといえば、まず第一に出てくるのはハーレー・ダビッドソンですけど、はい、ここも先ほどの話と一緒でインディアンモーターサイクル、アメリカ最古のねブランドがこれも復活しまして、ね、なくなってたの？なくなってました。いや本当にね、ちょっとバイクって本当にあるんですよね。すごいですよね。かっこいい。素敵だ。これいわゆるボバースタイルっていうんですけど、はい、低くて長くて、でワイドハンドルで。これはね、アメリカのいいところ、足つきがめちゃくちゃいいんですよ。だから結構大きくても女子も乗れちゃうっていう、あとその取り回しもしなければいいっていうね。多分引いた方がいい。走ると割とこうこけないので、こうベタ足つきます。もうすごい安定。でもハンドルもそんなに広すぎなくて結構扱いやすそうですよね。ロー&ロングスタイルみたいなね言い方しますけど。そう、みんなこうバババババっていきたいですよ。ちょっとこんな感じでかっこよく。割と似合ってる。あ、似合ってる。こっち悪な感じ。ちょっと大阪の頃の血が出てしまう感じですかね。可愛い、これすごく。でもこういうねトラッカースタイルもかっこいいでしょ。これどうです？おしゃれです。おしゃれです。これはおしゃれです。すごいデザインが綺麗。いいですね。綺麗ですね。ね、こう2本出しのマフラーとかもスポーティーでいいですね。ね、すごいこのエレガントかつおしゃれですね。ほらボンネビルにチャレンジした映画とかありましたよね。ね、ああ綺麗です綺麗です。すごい。そうか。これね、ちゃんとね、おしゃれ。あ、素晴らしい。なんかブース近辺にいる人もなんとなくアメリカンでいいですね。ね、そうですね。雰囲気がね。ね、雰囲気がいい感じ。いや、ちょっとなんか本当それこそ今のそのレトロブームにちょうどハマるんじゃないですか。ですよね。ですよね。いいクラシックスタイルというかね。本当いいクラシックスタイル。そして私MotoGP ではですね、なんとエネオスさんのブースのお仕事を長くやらせていただいているので、結構はい、マシンはフレンドリーです。ヤマハの。はい。これですね。なんでロッシの時代から結構お仕事を一緒にさせていただいてて、こっちもファビオだけなのか。あ、もうね。そうですね。ファビオと、あと誰やったかな。誰やったっけ、私もね。あとなかなかね、MotoGP マシンがこう生で見られることが少ないんで。そうかも。ね、ホンダのマシンも。そうですね。こちらレプソルで。でもこれもちょっとね、今年のニュースはレプソルが若干縮小したんで、ホンダワークスカラーがちょっと幅が厚くなった。なるほど。あるのが大事だよね。あるのが大事だからね。あ、ホイロー Z なんですよね。なんかね、ちょっとごたごたしましたけれども、なんとですね、私もともと MV アグスタっていうバイクに乗ってたんですけど、そこの広報車とかでいろいろすごいお世話になった方がですね、社長さんになられてました。ちらっと書いて、いや、ということで名刺持ってきてくださったんですけど、すごい久しぶりに会ったのに、やっぱこうやってつながるのもバイクのいいとこですね。というわけでロイヤルエンフィールドで、こちらも超昔のつながりなんですけれども、もう今や広報って言ってもいいぐらいお仕事をされてるんですが、違うんですよ。もともとライダースクラブっていう私が連載をさせていただいていた超硬派な走り系のバイク雑誌の編集長をされていた小川さんなんですが、今フリーの
バイクライターとしてご活躍中で、で割とね割とよく乗らせロイヤルエンフィールドのバイクは乗らせてじゃなくてそう乗っていらっしゃるっていう、でインドの試乗会に1週間ぐらい行かれたりとか、もうちょっと今一番バイク界でこのロイヤルエンフィールドを知る男と言っても過言ではないのじゃないか。あでもね日本じゃ世界最古のバイクメーカーなんですよね。そうですね。1901年123年前。で今はインドの資本の会社なんですよね。で、もともとはイングランド発祥の、メーカーです。すごいね。これはもちろんこれは1901年に作られたバイクの復刻版で、ロイヤルエンフィールドが120周年の時に作ったバイク、記念して作ったレプリカ版。レプリカ版。じゃあ結構これ自体も貴重なものなんですね。もちろんこれがだから21年にできたのかな。で日本に来たのは初めて。日本初来日。日本初です。あ、すごい。で昨日走ってました。走れるの？走れる。普通にどんな感じなの？本当にバイクなの？チャリンコなの？漕いでエンジンをかけて、なるほど。でかける前になんかここからガソリンを入れてスポイトで、これキャブレターなんだけど、ここからスポイトでガソリン入れるんだそうです。漕いでスタート。それがね、なんていうかピストンを動かすっていうか。でベルトで駆動していて、アクセルもないし、クラッチもないし、ギアもない。もちろんブレーキはある。もちろんブレーキはこれかな。ブレーキはこっちか、そっちかな。これか、繋がってるもんね。でこのフロントを握ると効いて、リアブレーキはペダルを逆にすると効く。それがでも120年前からあった。そうですよね。なんかほぼ今のそのメカニズムの原点となるものが全部入ってる。すごいな。で、今買えるモデルをちょっとご紹介いただきたいんですけれども、新しいのはね、壇上の3台。いやなんかやっぱりね、そのロイヤルエンフィールドってその歴史があるメーカーだけれども、こう言っちゃなんですけど、そのインドの資本になったことによって実際どうなのってやっぱり思ってたんですよね、私も。バイクとしてどうなのっていう。でそれはみんなに言われる。そうでしょ、そのインドという国が遠いのと、そのバイク作りっていうものに対してちょっとイメージが湧かないというか。でもね、去年80万台売ってる。全世界で？全世界で。結構ですね。結構です。でその小川さんはですね、本当バイクのね雑誌の編集長だったから、世界中のバイクに世界中で乗りまくってるわけですよ。でその小川さんも普通にいいバイクっておっしゃいますもんね。いいバイクね、めちゃめちゃいい。どれがいいの？どれがおすすめなの？全部いいんだけど、2015年ぐらいにイギリスのテックセンターとインドのテックセンターがすごい変わったの。すごい変わった。メンバーが、機材が、人数が増えた。分かりやすく言うと。でなんで増やしたかっていうと、今までデザインこっち、設計こっちとか外注にしてたものを全部内製にしたの。そうすることでクオリティコントロールをしっかりした。でそこから出てきたバイクが今ここに並んでるバイクで、新車が出るたびにクオリティが上がってる。すごいですね。その生産の村というか、その開発の村をなくしたってわけですね。そうで、本社に行くと、改善とか書いてある。日本語の改善プロジェクトとか。日本語で書いてあるの？日本語で書いてあったりする。でみんなが改善って言ってたりして、日本人のコンサルも入ってて、工場がすごい綺麗。他のバイクのメーカーはそんなことはない？工場が新しいのと機械が新しいっていうのがあって、やっぱ日本のメーカーってまだ古い機械使ってバイク作ってたりするんだけど、機械が全部新しい。ものすごいシステマチックに作ってるし。じゃあそのメーカーとしての信頼性とか量産者としてのその信頼性も高いってことですよね。そうなってくると。なるほど、そういうことか。でこの辺は350って書いてあるけど、350です。350ってことは 350cc なの？ 350cc かな。349cc。何が気になるかというとですよ、やっぱり大きいよね。でも大きいですね。大きいです。普通の自動二輪免許で乗れるってことですよね。だからそうです。こんな大きくてかっこいいバイクがめっちゃコスパ良くない？値段して分かんないけど、その見た目の69万から72万だから、そんなに高くないんですよ。なんとそれでエンジンは空冷の350とツインの
648cc。こうなってくるとまあまあでもだいぶちょっとパワーが違うだろうが、そうでもこっちで100万しちゃうので、あれのコスパはすごいね。で今回、日本に初めて出たのが黄色と黒のバイクで、はい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 、あれは水冷になってる。おお。ロイヤルエンフィールド初のはいはい、水冷のバイク、どうですか、乗りましたもん。乗りました。どうでした、インドで初水冷。インドで、インドでインド好きだよね、本当最近。インド大好きそうロイヤルエンフィールドが初めて水冷のエンジンを作ったのがこのバイク。はいはい、その名もヒマラヤン。ヒマラヤ。はヒマラヤを走るために生まれたバイク。そう、ヒマラヤ走ってきたんだ。走ってきて。で450ですよ。ちょっと日本の免許そう免許的ににはねちょっと微妙な感じではあるけれども、これ大きいから450って思わないね、こうやって見ると。そう結構バイクは600クラス全部大きい。に大きい。大きい。本国の人はよくアクセシブルっていう表現をする。うんうん。要はインドってまだスクーターとかそういうユーザーが圧倒的に多いから、彼らが乗れるアドベンチャーってなんだろうって考えた時に、このぐらいの排気量とか大きさがいいんじゃないかって。他のメーカーはもっとでかいからそうで1200とか、すね、うん、ちょっ 1000cc と特にね、こういうなんていうんですかね、そうそうスタラー系、オフロード系ってそれこそアフリカツインみたいな。あんなのでもうダートいけないから。そうなんですよ。もう私の体格だとっていうか体重だともういや僕でももうねちっちゃいから無理だから。めちゃくちゃバイク乗るのうまいですからね、本当にやばいですから。いやでも倒したら起こせないから。そうなんですよね。そういや本当にそうなんですよね。これだったらなんとかなるかもしれない。本当何キロ？195キロ。195。まあ重いけど。そうというわけでですね、ちょっとこうロイヤルエンフィールド覚えておいていただけると高コスパバイクとしてちょっとお勧めいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。また飲みに行きましょう。飲みに。昔のさドゥカティのさうちの YouTube にちょっと出てるよ多分。そう昔のやつ掘ってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ちむちゃんとっても仲良しのレースクイーンちゃん、超有名超売れっ子レースクイーンちゃん、さすがロイヤルエンフィールドってちょっと花持たしとく。頑張ってね。はい、お疲れ様です。会社おつるギターさんでそうさっきねギターさんの話してたの。本当に悪口言ってたよ。そう悪口言ってないなんかインカムはと強制的に友達を作る道具だみたいな話を、そうそうそう、でそれをギターさんが教えてくれたんだよっていう話をさっきしてた。会えると思ってなかった。おつるギターさんでねえ、どうですか今回見どころ。今回ね、なんかね細かいパーツばっか回っててあんま車両まだ見てないんですけど。なるほど。でもねドカッティも単気筒のモータードが出たりとか。あれなんかモトコルサと一緒にやってる？もう別のブースがある？ドカッティのブースで。了解で、あと見に行く。30何年ぶりに単気筒出したのかなドカが。いやでもちょっと短気筒って熱いですよね。そうなん世代的に。そう世代的に熱いね。いやすいません、ちょっと突然とんでもない。これちょっと勝手に撮ってますけど YouTube OK ですよ。やったありがとうございます。またちょっと改めて。また年末のみがみんなで。ぜひぜひありがとうございます。本田さん来ました。本田さんですよ。ここはもう今ですねちょっとプレスのタイミングなのでちょっとこれぐらいですけれども、もう大変なことになるのが容易に予想される。はい。本田さんで今回ニュースはですね、なんといってもこのEクラッチ。はい。どういうこと？これね、後付けできる自動クラッチみたいなものなので、オートマにできるってこと？オートマにできるんですよ。しかもミッションの残しながらなんでどっちもできるっていう。めちゃくちゃ便利じゃないですか。今震えてます私。しんどい時あるんですよ。超長距離の市場とか超長距離のツアーで雨降ってきちゃったりすると、こう判断が落ちてくるんですよね。ちょっとね僕も詳しくは分かんないですけど、なんかこう機械式でいわゆるシフトチェンジも残したまんまできるし、クラッチも使ってできるしっていう両方いける。でしかもほら今自動のそのシフトダウンとかはあるやつ結構多いじゃないですか。じゃなくてそれじゃなくてっていう。なので割とこう後付けできるあそこについてるこのパーツですよね。本当だ。その結構小さいユニットでしかもスタイリッシュなんですね。すごいかっこいいじゃん。しかもこれ付きが選べるようになるっていうことで、しかもあまり値段がそこまで上がらなくて、これなかなかニュースですね。だからこう適合するバイクはいくつかあるってことですよね。そうですね。多分揃えていかれるんだと思いますし、初心者にも優しいし、むしろベテランライダーも全然クラッチは使える人も乗れるし、でちょっと疲れたな、ツーリングで疲れたなっていう時は帰りもね
クラッチ使わずに、スクーターみたいに帰れると。さあそしてこの辺は、やっぱりねホンダももちろんいいスクーターね発売されてます、ちょっと長いですよね歴史がねホンダのいいスクーターはね2。なんかスリムですよね、コンパクトでこう、チュルンとしてますね。なんかここがシステムのアクセルを体験はい、ちょっとまたがってで原付と操作は一緒で、鍵をまずオンにしてもらって、でブレーキをどっちか握りながら、このセルボタンです、これでもう今エンジンがかかってる状態。エンジンじゃないですけどね。エンジンじゃないですけどでもうアクセルひねれば走れます。で今実際にタイヤも回ってます。そうですね、ホンダのスクーターらしい優しい加速感というかトルクがバコーンって出たりとかあんまりしないっていう優しい感じ、街に寄り添う感じですねっていう風にこの空転換でなんとなく想像して言ってますおっしゃる通りよかったですバッテリーは後ろにあるやつ、そうですね、あれって持ち運び、持ち運び家に持って上がって失礼します。結構なやっぱりね結構な重量ですけどいけなくはない。体感ねペットボトル違うアメリカとかでさだってアメリカとかで6缶入ったロング缶のビールをこうビニールでつないであるやつあるじゃないですか。あれのちょい重い版ぐらいの感じです。分かりやすいのか分かりにくいのか分からないかというといけます。家に持って上がって充電、何時間ぐらいなんですか？6時間ぐらいで満充で。じゃあ帰ってきてつないどけばすぐに、ありがとうございます。でこっちはコンセプトモデル、おしゃれですね。これはもうかなりおしゃれで、一応個人で買える、バッテリーを使うバイクっていうのが、最近ですと郵便局屋さんのバイクとかがあるんですけど、一応個人で買えるのがこのバイクですね。なるほど。一応これ原付 50cc 原付一緒の扱いなんですけど、一応こっちが原付2種で、125走のバイクで、これもそのうち出てくるが、2025年からは自動車免許持ってる方も乗れるかもねのバイクでございます。ちょっとチェックを。ちょっとその他にも見ておかないともうちょっとホンダブースがあと3分で選ぶ。これは可愛いやつですね。今回注目の GB350C。GB350 はね本当にもういきなりベストセラーを記録して、それのバリエーションが増えていってるんですよね。で、そのクラシックタイプというかの C がついてる発表されました。可愛いですね。発表されたてほやほやですね。なんかちょっとこうツヤ感とかもいいですね、クラシックでね。シングルで、でこのサスペンションね、こうカバーがついてるのがね。そうか。で、マフラーもこうストレートに。なんていうんですかね、キャブトンタイプっていうんですかね。あとシートもね、あんな感じで。そう、ちょっとね、セパレートになってて。そうですね。可愛いですね。タンクのカバーも。このクラシカルな感じが、やっぱりオートバイにもクラシカルブーム的な。はい。ホンダといえば、あと今回。アクセルをひねるとエンジン音がするらしいんで、一回ちょっと。これ CBR のエンジン音600ですけど。大好きですよ。こっち乗りますか。R が3つついてるんで。ちょっと待って、私ね、これね。乗りたかったんですよ。はい。ちなみに、めっちゃ好き、このバイク。いきます。どうですか。慣れないです。あれ、ちょっと待って、じゃあ限られてたんか、これ。なんかでも、なってたやつあった。自信がついた。このスピーカー付きのやつやね。ダックスだ。いきますよ。すごい人。おお。音鳴ります。すごい凝ってますね。さあ、というわけですごい混んできました。ちょっと BMW には行きたいな。